そうだ、本当だ。ウイルスは人を怪物に変える。私もその一人だ。認めよう。私は怪物だ。この世で最低最悪の存在。最愛の妻を殺した男に他の呼び名があると思うか。何曜日だったかも思い出せない。もうすべてがぐちゃぐちゃだ。木曜日だったか。私はひどく体調が悪く、仕事を早めに切り上げた。頭痛と寒気に襲われて、少し休まないと体がボロボロになりそうだった。私は都内の事務所で弁護士をしていた。私的請求の新たな波が始まったばかりだった。人々は政府を相手取り、訴訟を起こしていた。彼らの治療の副作用のために。政府に悪意はなかったが、結果は知っての通りだ。一日に何十何百もの告発があり、その数は増え続けていた。私には休息が必要だった。家で鎮痛剤を飲んだ。妻のニコが子供たちを連れて帰ってくるまでにはまだ時間があったが、私は眠ってしまった。ニコの叫び声で目が覚めた。というか、正確には叫び声ではない。悲鳴。この後、嫌というほど耳にすることになる人間離れした金切り声。目を開けると、ニコが玄関に立っていて、手にはナイフを持っていた。子供たちは家にいなかった。彼女が子供たちに何をしたのかはわからない。知る由もなかった。私はゆっくりと彼女に近づき、話しかけた。ニコ、それをしまってくれ。大丈夫だから。頼む、しまってくれ。外に出よう。一緒に行こう。すると彼女は走り出した。私をめがけて。伸ばした手にはナイフが握られている。彼女の目は大きく見開かれ、遠くを見ていた。刃のきらめきが脳裏に焼き付いている。私はどうにかそれを避けたが、彼女は私の手を切りつけた。痛み、血。2回目の攻撃はもっと高いところ、腕を刺した。3回目を待つことはできなかった。そもそもなぜ逃亡したのかわからない。私は無実だ。どんな裁判でも私は勝てる。それは分かっている。実際に同じような事件を担当したこともある。殺意のある攻撃、正当防衛。目撃者はいない。ウイルスのために手続きは簡略化されている。私の証言と彼女の証言。彼女はすでに死亡している。つまり、バン。訴えを棄却する。ニコ、君はなぜあんなことを。あと2日だった。浜離宮恩賜庭園で確保されたウイルスをまき散らしていた狂人との最後の面会が済むのを待つだけだったのに。終わりが近い、終わりが近いと彼は叫んでいた。
手元の資料では彼は精神異常者とみなされ、事件は間もなく解決へと向かうはずだった。その後で休暇を取り、可能なうちにこの町を離れようと思っていた。必要最低限のものだけを詰め込んで車に乗り、子供たちを迎えに行って、そして子供たち。彼女は子供たちに何をしたんだ。家にはいなかったはず。ニコ。不思議なことに痛みは感じなかった。ナイフが深く突き刺さったのに、鏡も腕を直接見ることもしなかった。血を見るのが怖いから。その瞬間、私は逃げなければと思った。マンション内の人間がみんなニコと同じかもしれないと思って怖くなったのか。ウイルスがここまで侵入していることに恐怖を感じたのか。私は急いで廊下に出た。そして見たんだ。始まったんだ。隣の部屋のドアが開いていた。中に怪物がいた。怪物たちはある男の体を揺さぶっていた。知っている男。私の血管にはもう血は流れていなかった。アドレナリンだけが流れていた。私はその男のところに駆け寄った。怪物たちが一瞬たじろぎ、私は彼のもとにたどり着いた。彼の手を力いっぱい引っ張った。獣たちから彼を引き離すために。強すぎた。彼の腕は抜け、私の手の中に残った。これは夢なのか。本当に夢だと思った。ほんの一瞬、肘掛け椅子で眠りに落ち、妻を待っていたはずが、次の瞬間には人間の腕を抱えて階段を駆け下りているのだから。庭につながるガラスのドアが見えた。その日はとてもいい天気だった。多くの人が外出していた。かわいそうなのは彼らだ。街で何が起こっているのかまだ何も知らないのだ。私はドアの取っ手を引いた。閉まっている。鍵はニコに渡していた。彼女はそれをポケットに入れている。ダメだ。2階には戻れない。私は庭が見える大きな窓に向かって走った。逃げろ、逃げろと叫んだ。誰も聞いてくれなかった。どうにかして注意を引かなければならなかった。音を出すんだ。私は窓に向かって一振りし、ガシャン。切断された腕でガラスを叩き割り叫んだ。逃げるんだ。彼はまるで幽霊でも見るように私を凝視していた。彼らは何をしていいか分からなかった。彼らを責めることはできない。私だって分からないはずだ。だからもう一度叫んだ。逃げろって言ってるんだ。それでも彼らは反応しなかった。私の声が聞こえているのかどうかも分からなかった。うわっ！誰かが私に石を投げた。石を。みんな、私は君たちを救いたいだけだ。怪物たちが今にもこのドアから溢れ出ようとしていることを警告しているんだ。頼むから逃げてくれ。さもないと。またか。もういい。
私は彼らをそこに残した。どこか隠れ場所を探さないと。隠れてこの狂気について考えるんだ。そしてここで目を覚ました。この暗い倉庫の中で。どれくらいの時間が経ったのかわからない。2日、2ヶ月。昼間は怖くて外に出られない。誰かに見つかってしまうかもしれないから夜に食料を探す。簡単ではないがどうにかなっている。通りにはピースキーパーの数が増えてきた。あの暑さの中、重たい制服を身につけて行ったり来たりしている。私はかつて彼らのようになりたかった。使命と誇りを持った人たち。自分の命を危険にさらしてでも町を守る覚悟がある。私のような殺人犯から。待て。私は人殺しじゃない。ニコを殺したんじゃない。自分の身を守っただけだ。でも誰が信じてくれるだろう。もうすでに都市伝説になっていそうだ。血まみれの大きな腕を5本持った男が夜になると民家に忍び込んでガシャン窓を叩き割り、住人が寝ている隙に。おとぎ話のようだがどこかでその怪物を見たのは確かだ。昨日だった気がする。私は歩いていて、そうだ、昨日だ。あの古い店の窓に映っているのを見た。私の後をつけていたんだ。背中に大きな傷があって、そこから手が生えていた。腕のような、翼のような。それぞれが触手のように別々に動いていてどの新聞にも私のことが書かれているに違いない。もし新聞があれば私が法廷で弁護することになっていた男は正しかったのかもしれない。ウイルスはすでに町全体に蔓延しているのか、あるいは世界全体に。もしや全人類はすでに感染しているのか。いつまでもこうしてはいられない。外に出て潔白を証明するんだ。ニコに何があったか全て話す。最愛の妻を殺したくはなかったが、彼女はナイフを持って襲ってきた。叫び声を上げながら恐怖に満ちた目で。恐怖？何に対して？私？愛するニコがなぜ私に恐怖するんだ。暗い穴の中にいると頭が混乱してくる。ピースキーパーの最初の巡回が始まったら外に出て自首しよう。ゆっくりと歩み寄り手を振って大声で叫ぶんだ。降伏する。助けてくれ。降伏する。来た。今だ。外に出た。とても暑い日だ。太陽が私の肌を焼き付ける。だがどうでもいい。彼らはもうすぐやってくる。
叫び声が彼らに聞こえるように、私は大きく息を吸った。行こう。3、2、1。私は君たちが探しているものだ。降伏する。あの人たちを殺したくはなかった。丸腰だ。ほら、すべての手を挙げている。そちらに向かって歩いていく。ゆっくりと。おい、聞こえるか。私は降伏する。ここはどこだ。いえ、肘掛け椅子の上。なんてこった。悪夢だ。ただの悪夢だったんだ。きっと過労のせいだ。薬なんて飲むんじゃなかった。でも大丈夫。何も問題はない。この話をしたらニコは笑ってくれるだろう。ウイルスが突然変異し、皆を怪物に変えた。私の背中には手がもう2本生えている。ニコが帰ってきたんだ。愛するニコ。妻よ、私はここだ。早く来ておくれ。怪物のお話をしてあげよう。眠れなくなってしまうかもしれないけど。ニコ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 、私だ。ニコ、ニコ、やめてくれ。